こんにちは、大賀ちゃんです。今回はオールドのりたけの技法6、ポートレートについてお話ししていきたいと思います。ポートレートは肖像画を意味します。オールドのりたけのポートレートは王妃など美しい女性の肖像が多く、海外の他社の時期に全く同じ図柄のものがあることから、転写紙をイギリスやドイツから輸入していたことが分かっています。転写とは、同じ絵柄の製品を量産するための技法です。絵柄が印刷された転写紙を水に濡らして器に貼り付け、しばらく置いてから紙を剥がすことで絵柄を器の上に転写するという技法です。こちらはシュガー入れとクリーマーのセットです。この柄はゴールドスクロールポートレートという柄ですが、窓絵にポートレートが描かれており、その周りのクリーム色の地には唐草模様が金彫りで施されています。シュガー入れとクリーマーで違う人物が描かれていますが、クリーム色の地に唐草模様という図柄の構成や、人物の描かれた背面がバラ絵になっているところが同じなため、セットものであることがわかります。こちらは金彫りポートレート洋梨型花瓶です。先ほどのシュガー入れとクリーマー同様、ゴールドスクロールポートレートです。窓絵には女優のような美人が描かれています。ウィーン世紀末の画家クリムトが描いた舞台女優の髪飾りによく似ています。金彫りの大変豪華な一品です。これはコバルトポートレートハープ型花瓶です。この柄はコバルトジュールポートレートという柄です。窓絵には様々なポートレートがありますが、コバルトに金彫り、そしてジュールが施されている点が共通しています。このハープ型花瓶には花を持った美しい女性が描かれています。こちらは金彫りポートレート小花瓶です。窓絵が4つあり、そのうちの3つにはバラが描かれています。残り1つの窓絵には舞台女優のような美人が描かれています。細かいビーディングと金彫りが美しい花瓶です。これはジュール装飾ポートレート小物入れです。窓絵には花の髪飾りをつけたビクトリア朝の女性が描かれています。紺色のジュールが散りばめられており、豪華な仕上がりとなっています。こちらは金彩ジュール手書きポートレート花瓶です。窓絵に描かれたポートレートは転写ではなく手書きされており、珍しいと言えます。人物の背後の風景も丁寧に描かれており、美しく仕上がっています。窓絵の周りには金彩でブドウのツタが描かれ、ジュールでブドウの実が表現されています。これは金彫りジュールポートレート大花瓶です。アクアジュールクイーンルイーズと呼ばれる柄で、窓絵に描かれた全身像の女性はクイーンルイーズです。水色の地にジュールや金彫りを用いて
優美なロココ調の模様が描かれています。オールドノリタケに描かれるクイーン・ルイーズのポートレートは、全身像と上半身のみのものがあります。クイーン・ルイーズは甲状腺腫があったため、常にスカーフを首に巻いて喉を隠していたそうです。こちらはクイーン・ルイーズの上半身のみのものです。クイーン・ルイーズはプロイセンの王妃でした。1806年、プロイセンがナポレオンに敗れたとき、ナポレオンのフランスとの講和に向け、交渉に当たったのがルイーズであり、ナポレオンから美しき敵と呼ばれたと言われています。これはオールドノリタケと同時代の19世紀末頃に作られたヨーロッパアンティークのブローチです。転写でクイーン・ルイーズが描かれています。こちらもクイーン・ルイーズのポートレートです。盛り上げジュール・ポートレートという柄です。緑色と茶色の2色の帯状の地に透き通るような白い泥章盛り上げが施され、ところどころに色鮮やかなジュールが宝石のように散りばめられています。窓絵の中のポートレートは、周りを細かい花の盛り上げで彩られていることによって、クイーン・ルイーズの顔を際立たせており、美しいです。これはエナメル盛りポートレート飾り皿です。ポートレートはマダム・ルブルンです。マダム・ルブルンはフランスの画家です。マリー・アントワネットお抱えの画家として有名で、ルブルンの作品は現在もベルサイユ宮殿やルーブル美術館に展示されています。こちらはオールドノリタケに見られるマダム・ルブルンのポートレートで2種類あります。一つは髪にリボンを巻いたもの、もう一つは白い帽子をかぶっているものです。これはオールドノリタケと同時代の R.S. プロシアのセロリディッシュです。4つの窓絵には異なる3人のポートレートが描かれています。いずれのポートレートもオールドノリタケでよく見られるポートレートです。左からマダム・ルブルン、ポトッカ伯爵夫人とマダム・レカミエです。オールドノリタケのポートレートに描かれるのは女性だけではありません。こちらにご紹介するように修道士が描かれたものもあります。図柄は6種類あり、1、ビールジョッキを持つ修道士。2、ワイングラスを持つ修道士。3、バイオリンを弾く修道士。4、新聞を読む修道士。5、片手にバスケットを抱えながらワインを飲む修道士。6、花の香りを楽しむ修道士です。これはオールドノリタケ研究の第一人者ジョアンが本で紹介しているビアマグですが、バックスタンプからモリス・ウェルモア社のものであることが分かっています。先ほど紹介したように、オールドノリタケに全く同じ修道士の図柄があることから、同じ転写紙を用いて生産されたことがわかります。こちらはオールドノリタケの盛り上げポートレート3色花瓶です。
ポートレートはバイオリンを弾く修道士です。修道士を引き立たせるようにぼかし技法で背景が美しく描かれています。また、取っ手、花瓶の首と下部には壮麗な盛り上げが施されており、職人の高い技量を感じさせます。今回はオールド則武の技法6、ポートレートをご紹介いたしました。次回はオールド則武の図柄4、花をご紹介いたします。